鎖骨綺麗な人ってなんか綺麗だなって思います。髪の毛縛った時とかに出るこの後ろの今の日焼けは足りない。なんか彼女はめっちゃ日焼けしてるっつってるけど全然足んないですね。Hey guys and girls on Ask Japanese. What makes a girl sexy? What is considered as a sexy point of a girl here in Japan? Let's go and find out and Ask Japanese. ここは自分が思ってる女性のセクシーポイントは何でしょう？私がなんか女性で一番見ちゃうのは足がすごい綺麗だと見ちゃうんで、足もなんかチャームポイントかなと思います。足の上の部分、下の部分？私下の部分のなんかふくらはぎのところがすごい綺麗な、なんか筋肉質の子とかすっごい綺麗みたいな。あとなんか大脚の人とかも多いんですけど、その分足がすごいスラッとしてると目が惹かれます。やっぱりスラッとか筋肉ってことですか？筋肉ですかね。私はちょっと足がもう一日経っててちょっとぼやんってなってるんですけど何点あげますか？個人的にめっちゃセクシーです。てか肌めっちゃ白いんで、でもその分もめっちゃポイント加点ですセクシーポイント。よし、セクシーポイントいただきました。肌白いってそれも結構見るんですか？女性には見ちゃいます。やっぱね、なんか肌白い方がやっぱいいなみたいな、日焼けしやすかったりもするので、もうどんどん白くなりたいし、白い人は羨ましいです。やっぱりセクシーというか、ちょっと部類は違うかもしれないんですけど、私女の人の髪の毛が好きで、もちろん男の人とかもなんかいろんなカラーとか髪型もあると思うんですけど、女の人って髪の毛長くしてくるくる巻いたり、いろんな色をつけたりとかしてて、なんかすごい女の人の髪の毛を見てる時が好きです。自分も髪の毛染めたんですよもんね。そのなんか色とかにもこだわりありますか？色は、自分は基本的に暖色明るい色しかやらないんですけど、見ててすごい好きなのはなんか黒髪とか青系とかのちょっと暗い色の女性を見てる時がすごいなんかかっこいいなとか、セクシーだなとか思う時はあります。自分は女性として女性と初めて会う時があると思うんです。例えばバイトのところとか学校のところで、そこはまずは一番最初は何を見ますか？私はやっぱり顔見ちゃいますね。顔見てめっちゃ可愛いって思ったりとか、あと顔に目が行く分化粧とかも目入るので、この人化粧うまいなとかは最初に目が入りますね、目に。私も割と顔とか、あと外見なんですけど、身長からパッて目に入って、この人身長高いな低いなみたいな感じで、それから顔見たりとかします。身長結構気にしたりってかしてますか？気にします。なんでですか？私結構高い方なんで、なんかすごいいろんな服が着れなかったりするんですよ。なんか例えば女性の M サイズとかが入らなかったりして、L しか入らないから、なんかすごい気に入った服があってもなんか L サイズがないと買えなくて、 M しかない S しかないってなって買えなくなっちゃったりとかもいっぱいあります。スカートが短くなりすぎたりとかします。高い女性のあるあるですよね。このスカート短くなりすぎる。そう、ワンピース買った、なんかロングワンピース買ったはずなのに、もうなんか足出ちゃってるよみたいな感じとかもあります。それどうやってカバーしてますか？なんか今浴衣で全然大丈夫なんですね。見えないそういう時はなんか割と靴下履いたりとか、冬だったらタイツ着たりとかしてなんかカバーしたりしてます。いろんなコツがあるんですね。よろしくお願いします。鎖骨綺麗な人ってなんか綺麗だなって思います。鎖骨ってことも姿勢に気にしてるってことですか？そうですね。なんかここになんかリンパとか溜まってるとあんま鎖骨の骨って見えないから気にしてるのかなって美容にって思います。鎖骨で美容わかる。すごい。横顔がいいと思います横顔のどういったところがいいんですか？なんか横顔美人っていいなと思って。横顔美人、これ何ですか？横顔が美人そうそうそう。真正面美人もありますか？それはもう普通に美人これは女性のセクシーポイントだ。自分で思ってることを教えてください。首筋とか、私は女性のモデルさんとかで綺麗だなと思います。指筋？首筋すいません、間違えちゃいました首筋ってなんかここラインが入ってるところとか。はい、それが綺麗なモデルさんとかは
すごい綺麗だなと思います。どういった首がセクシーなんですか？細くてなんかここの筋が出てる人綺麗だなと思います。私出てるかな？出てますか？ちょっと出てないってことですよね。じゃあ彼女の首は？残念ですね。いいですね、首筋。浴衣着てもありですよね。ありだと思います。特に日本女性なんて言うんですか、チラ見みたいな。おー、いいところ見つけましたね。じゃあどうですか？自分はうなじです。うなじ。後ろの髪の毛縛った時とかに出るこの後ろの首のところがすごいセクシーだなって思います。確かになんかある時期にしか見えないみたいな。2人とも出てないんですね。そうですね。私出てます。どうですか？私のうなじは。綺麗。どうかな。なんか適当に朝縛ったんだけど大丈夫かなって今ちょっと緊張してきたな。どうかな。オッケー。オッケーです。オッケー。じゃあ別にポニーテールだけでツインテールとか髪の毛アップする時の。そうです。女性が女性と会うと一番自分が最初に見るは何ですか？例えばメイクを見る、ファッションを見る、髪の毛を見る。表情。顔の今日元気かなみたいな。気持ちから入ってきますね。気持ちから。私が会った瞬間はどうだったんですか？でも表情で。笑顔が大事？笑顔大事。どうですか？自分は最初に見るのは？メイクですか？肌の質。なんかナイススキンかどうかみたいな。結構自分もそれを気にしてるんですか？いやでもなかなかそんな綺麗にはできないんですけど。肌めっちゃ綺麗なんですけど。あの人綺麗だなと思って何してんだろうって気になっちゃいます。それ気になりますよね。私いつもこの髪とかこのメイク何してるんだろうってすごい聞くことできますか？ね実はメイク何使ってんのとか。私だったら聞くかも。メイク商品何使ってるんですか？みたいな。いや何こいつって思われちゃう。日本ではちょっと NG かもね。しばらくお待ちください。女性のセクシーポイントは何だと思いますか？でもメイクとか髪の清潔感かもしれない。清潔感。清潔感。日本人あるあるの清潔感。日本人あるある？清潔感かも。あんまりゴテゴテするとちょっと元があんまり良くないのかなこの人はっていう。多分綺麗な人はそんなにたくさんしなくても綺麗だと思うので。清潔感すっごい頑張ってる、そこまで可愛くない子かめっちゃ可愛い子だけど清潔感全然頑張ってない子、どっちの方がいいと思いますか？ケースバイケースだけど、でもナチュラルの方が綺麗だと思う。メイクを楽しんでる子はそれはそれでいいと思う。じゃあ私のメイクと清潔感を点数つけてください。清潔感は今ないって言いそう。今ないって言おうとした。あれだけど、でもメイクを楽しんでる感じが、キャラクターがちゃんとできてるからいいと思う。そう、オーストラリアの女性と日本の女性比べるとどう違うんですか？金髪とか金髪かもしれないですね。なんか日本で大体みんなは髪色変わったらいつもなんかちょっと茶色だけ、なんかそんなに変わらないけど、多分東京でちょっと違うかもしれないけど、名古屋でみんないつもなんかちょっとだけ茶色になってそれ以上みたいな感じ。なんかあんまり金髪ではないけど、日本で金髪髪が人気があるかなと思いますから、それ一番違うかな。でもみんなそこまで染めないのが多い。そうですね。そういらっしゃいませ。女性のセクシーポイントは何だと思いますか？女性のセクシーポイントですか？自分から見る女性のですか？例えばモデルさんを見てとか。スタイルですか？太もも太もも決定。もセクシーですどれぐらい太ももがセクシーなんですか？どれぐらい太いのがいいんですか？そこまで太すぎずがいいですかね。うち何言ってんだろうね。例えば考えるともうまっすぐ太ももがほとんど太くないモデルもいいし、ちょっと海外的なちょっとポンキューポンみたいな、こういう感じのが好きです。なんて言うんですかね、この曲線ちょっとだけ S ラインみたいな。そう、S ラインですかね。S の形。そうですね。はい。海外のボンキューボンの体に近いか日本のまっすぐの体に近い、どっちがいいんですかね？私海外の方が好きかもしれないです。ちょっとだけポンみたいな。はい。ヘルシーな太もも。
いいですね。スカートかパンツスタイルどっちがいいですか？スカートの方が好きです。結構私ポンキューポンでスカートで全然わかんないと思うんですけど、私の太ももに点数つけてください。点数つけられないぐらい美しいです。わーい。俺が言ったらさめっちゃマニアックなこと言いそうじゃないいいいいと思います。自分が褐色日焼けが好きなんでその日焼けとか見てるとでもわかります。日本で日焼けって今言ったんですけど、日焼け逆にあんまないじゃないですか。ないです、結構見つけづらいじゃないですか。部活の時とかに入ってた時にこのズボンの日焼けと日焼けのその差が見えるのがすげえ嬉しかったですね。確かに普通は見えないですもんね。なかなかいないと思います、こういう人は。いやでも分かってます。確かに、もしかして日本人女性は日焼けしないようにすっごい努力してるからこそ、だからこそ興奮するのかもしれないですよないものねだり。日焼けですね。ベスト日焼けラインはやっぱ太ももですそれは共通点ですね。はい、太ももですね。日焼けあんましてないじゃないですか。私黒いんですけど日焼け止めを塗ってるのでちょっと白く。じゃあね、彼女の日焼けラインのベストは今全然日焼けしないんですよ。ここら辺だけしてるよ。してるよ。なんかここが見たいのにここがなくてここない見たいのにじゃあ見たいけど今見れないって感じですね。だからちょっと来年夏でねお願いするかもしれないですね。それがもう内緒で日焼け止めの50じゃなくて30に変えてずるい作戦でやめていただきたい。今の日焼けはなんか彼女はめっちゃ日焼けしてるっつってるけど全然足んないですね。でもなんかすごいするんですよ。日焼けしてますよ。自分の日焼けをちょっと比べてみてもいいですか？これなんか白くなってる。ね。ですよ。なんかこの前まで私の方が黒かったんですけど白くなってきました。なんでだろう。残念。本当だね。よし、じゃあこれで全ての質問でした。ありがとうございます。Legs, skin, thighs, hair, all kinds of things were mentioned this time. I must say, I think for me it would be the hip bone, the one that pokes out right at your hip down there. The hip bones are like the gatekeepers to the Netherlands. But to be honest, when I meet girls, I actually generally look at their legs a lot because I have big leg envy. I'm more like tiny German. Don't feel my legs, they're so small and I'm so short. I'm a tiny, tiny German. So I generally look at girls and go, wow, they're so tall or they have so skinny legs. So legs is a thing I do look at. What about you? What do you think is sexy about girls? What's the first place you kind of look at? Let us know in the comments down below. It's okay, we can all share this kind of stuff. I just shared so you guys can share too. So I hope you have a great day. Don't forget, we're doing more content on Japanese culture and Japanese people here on the Ask Japanese channel. Be subscribed so you don't miss it. Give us a like so we can continue making these videos. And I'll catch you soon for more stuff on Ask Japanese. Bye!